今を戦前にさせない。周南市東部にある周南緑地。テニスコートやサッカー場などの施設が集まり、連日スポーツを楽しむ人々の声が響きます。この公園、上空から見ると円形の空間がいくつもあることがわかります。実はこれ、旧日本海軍の地下タンク跡なんです。旧日本海軍は炭鉱のある峰や軍港のある呉、佐世保に近く、多くの艦船が停泊可能な徳山に練炭製造所を開設。その後、燃料の石油移行に伴い海軍燃料廠に改称し、製油所を整備します。1936年からは原料となる原油やガソリンを保管するための地下タンク12基を建設します。直径88メートル、深さ10メートル、25メートルプール120杯分にあたる5万トンも入る容量がありました。1945年5月10日、九州や四国から出撃する特攻機に燃料を提供していた海軍燃料廠は B29 の攻撃を受け壊滅します。戦後行われた地下タンクの油抜き取り作業、すべて手作業で行われ1年半を要しました。1960年代後半、周南団地の造成と合わせて緑地公園の整備が行われました。当時のニュース映像には深さ10メートルもの地下タンクを埋め戻す様子が記録されています。そこから50年以上経った今もその遺構が残っています。周南市都市整備部の赤松さんに案内していただきました。実はこのサッカー場もですね、もともと3号タンクがあったところになりまして、奥の木のところがちょっと膨らんでると思うんですけど、それがタンクの外縁のちょっと面影になります。上空から見たサッカー場がこちら。グラウンドの南側が膨らんでいて、タンクがあったことがうかがえます。サッカーの練習をしていた高校生に昔タンクがあったことを伝えると、いや、ちょっと知らないですね。ですか。はい。そうなんですか。知らなかったです。サッカー場の横をさらに進み、多目的グラウンドにやってきました。あちらがタンクの外壁の跡と言われているような場所になります。当時がタンクの高さが10メートルくらいで、直径は約88メートルあったというふうに言われています。湾曲した高い壁がタンクの大きさを感じさせます。公園の近くにも遺構が残っているということで案内していただきました。周南緑地の近くを流れる衣川。川の側面にはトンネルの入り口があります。このトンネル、地下タンクと燃料廠をつなぐ輸送管を通すために作られたものと考えられています。戦後、地下タンクの油は抜き取られましたが、手作業で行われたことから完全に抜くことができておらず、戦後80年が経った今も油が染み出してきています。その量、年間2900リットル。
市から委託を受けた作業員の方がほぼ毎日監視を行い、手作業で油の汲み取りを行っています。この日は汲み取りを行うほどの油は確認されませんでしたが、多い日には60リットルもの油を回収しているそうです。ちなみにどういった日に多いとかってありますか？大雨なので、梅雨に入る前一番多かったですね。梅雨前の雨の時に。多い日だとどのくらいの量が出てくるんですか？まあこれ多い時の3日かぐらい、3日か4日ぐらいでこれいっぱいになりますね。近隣住民の生活に影響を及ぼす油の匂いや、下流に広がる豊かな漁場、徳山湾への影響を最小限にとどめるために、今後も作業は続きます。過去の戦争のこととか、ここにそういうものがあったっていうものを受け止めていくっていうところは、個々のその感じ方にもよるのかなと思いますし、若いうちはそこまで感じなくても、少し年を重ねたらそういうこともあったんだねっていうことで振り返ってもらうようなことでもいいのかなとは思っています。時代の背景を含めて対応しないといけないところは対応していくっていうところはありますけど、やっぱりここはやっぱり公園であり続けるっていうところに向けて、できるだけの対応をしていかないといけないかなというところは思っています。スポーツをしたり散歩をしたり、桜の時期には花見をしたりということで、本当に憩いの場ですけども、ここが遺構だということ、戦後80年経って薄れてきているというのもあるでしょうね。そうですね。今なお戦争の爪痕が残っているわけですから、こういうものをしっかりと見つめていきたいなと思いました。そうですね。以上、さわとぴでした。